どうも、さっさんです。今回はですね、以前もご紹介した AI サービス、GenSpark についてでございます。これね、以前紹介した時から非常にね、優秀な AI サービスだったんですけども、先日の大規模アップデートでより便利に使えるようになったんですよ。新機能っていうのもね、多数追加されまして、今回もう一度ね、ご紹介したいと思います。で、まず簡単にね、その GenSpark どういったものなのかおさらいすると、オールインワンの AI ワークスペースなんですよ。どういうことかというとですね、一般的な AI サービスっていうのは、チャットのやり取りがメイン、質問とか相談をしたり、画像も作れますよみたいなもの。で、他にはですね、動画生成用の AI サービスだったり、音声を作るための AI サービスとかね、もう本当にたくさんの種類があるんですよ。用途が分かれちゃってるので、いろいろ使いたいっていう方は、複数のサービスを契約する必要ありますし、当然その分ね、お金もかかっちゃうじゃないですか。でも GenSpark の場合はオールインワン、それらが一つになっているので、GenSpark 一つ契約しておけば、チャット、画像生成はもちろん、動画生成、音声生成、いろんな用途にね、活用できるっていうものになってます。で、さっきも言った通り、先日大型アップデートが実施されまして、ワークスペース 4.0 から 6.0 となりました。それによって今までよりも高機能になったし、できることも増えたんですけども、特に AI を日常的に業務に活用する人に便利なのが、セカンドブレインっていう機能なんですよ。それに合わせてこちらのね、ハードウェアっていうのも同時にリリースされましたので、これから詳しくご紹介したいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、じゃあ早速ね、その GenSpark 見ていきましょう。こちらがね、トップ画面なんですけども、この GenSpark AI ワークスペース 6.0 となりました。このバージョンでいろいろね、新機能追加されているんですけども、やっぱり目玉はね、こちらセカンドブレインっていうものなんですよ。このセカンドブレインっていうのがどういうものかというと、このコネクターっていうところにいろんなね、サービスのアイコン表示されてますよね。これがすでに僕がね、連携して使っているものなんですよ。例えばですね、会議のメモ、GenSpark 履歴、これ GenSpark のやり取りとか、僕が仕事で使ってる Gmail だったり、Notion、Google ドライブとかね、いろいろ連携しているんですよ。GenSpark はその中身に目を通して記憶してくれるんですね。僕も結構あるんですけど、複数の仕事をね、同時進行するので、あれってどこまで行ってたっけとか、あの書類提出したっけとか、ちょっとわかんなくなっちゃったりすることあるんですよ。そういった時に直接ね、簡単に尋ねることができるんですよ。で、どんどんデータが蓄積されていって、そのデータもわかりやすく整理してね、どんどん仕事に活用することができる。簡単に言うとそんな感じですね。じゃあ実際にね、使ってみましょうか。これ本当の僕の仕事内容が出てくるので、画面はね、モザイクになってるかもしれないんですけど、はい、こんな感じで送ってみましょう。7月に実施した案件、代理店どこどこで送らないとダメだね、書類とかも対応してたっけ、2件やってるからどっちもメール内容調べてということで、するとね、こういう風に動作が始まってくれて、メールとかをね、見返してるんですよ。今回はね、メール内容を調べてっていう風に書いたんですけども、これ書かなくてもね、探してくれるんですが、書いた方がどれを見ればいいかっていうのを AI が認識しやすいので、おすすめかなと思います。Notion のね、どのやつを見てとか具体的に指定したら結構早くね、わかると思うんですけど、もちろんわかんなくてもね、こういう仕事したんだけどどこに保存されてるっけとか、聞いたりすることもできます。はい、確認内容のね、結果来ましたね。2件の案件、代理店どこどこのメール見つけましたと、すべてね、内容確認した上で、こっちの案件の請求書はもう1件送ってますとか、もう1件は送ってないかもしれませんよみたいなね、そういう風に教えてくれるわけなんですよ。で、実施内容がこんな感じっていう風にこれ表に出てますし、最後に次の推奨アクションっていうのも書いてるんですね。この案件はここまで進んでるので、これ確認した方がいいですよとか、そういう内容が記載されています。このセカンドブレイン一番の特徴っていうのが、文脈をしっかりと理解してくれるっていうことなんですよ。Gmail のアカウント連携してるので、この画面から簡単にね、下書き作ってもらうこともできまして、今ね、表示されてるんですけど、会話の文脈とか関係性までね、理解してくれるので、より自然で精度の高いコミュニケーションとか、業務の遂行っていうのが可能になります。ちなみにこれもうね、Gmail の下書きフォルダに保存されてるんですよ。これさっきのね、GenSpark の画面と全く同じ内容が書いてまして、自分でね、軽くこう目を通して変えた方がいい部分とかは変更して、送るだけっていう感じですね。かなりね、丁寧で長い文章なんですけども、非常に実用性高いと思います。
はい、続いてこちら冒頭で軽く紹介したハードウェアですね。セカンドブレインノートという製品なんですけども、これはね、ボイスレコーダーなんですよ。最近会議の内容を記録するためにボイスレコーダーね、導入しているっていう方多いんじゃないかと思うんですけども、このセカンドブレインノートについてもしっかりとね、録音して文字起こしと要約まで行ってくれます。で、こういったボイスレコーダー、会議とかでね、使うタイプのものって、もうすでにね、いろんなメーカーが出してるんですよ。じゃあ、このセカンドブレインノートはそれらと何が違うのかというと、録音した内容をジェンスパーク内、セカンドブレイン内にね、蓄積してくれるっていう点ですね。この中に録音内容がどんどん保存されていきます。で、もちろんね、内容はセカンドブレインが理解してくれているので、それについてまた質問したりとか、その内容から資料を作るとかっていうことも可能になってます。はい、じゃあセカンドブレインノート本体ね、詳しくお見せしたいんですけれども、今本体は付属のケースにね、入れてるんですよ。こっちが本体ですね。本体の厚さ約 2.9mm ですね。クレジットカード3枚分ぐらいで、非常に薄くて、軽いです。作りもシンプルで、このボタンと、充電端子だけ、こんな薄いんですけど、バッテリーはね 500mAh 搭載しているので、連続録音32時間可能なんですよ。一回充電してしまえば会議ね、もう何回でも使えるみたいな感じにはなってますね。ちっちゃくてね、ちょっと見えにくいかもしれないんですけど、マイクはね4つ搭載、しかも骨伝導センサーっていうのもついてるので、5メートル先の声まで結構ちっちゃくてもね、拾うことが可能なんですよ。使い方は非常に簡単で、一回ね、スマホにペアリングしておけば、あとはですね、この電源ボタンを、軽くね、こう長押しするだけで電源が入って、録音も開始されます。本体だけでね、持ち歩いてもいいですし、マグセーフ対応のね、スマホの背面にこうペタッとくっつけて、一緒に持ち歩くっていうことも可能です。磁力結構強いので、落としたりとかの心配はね、あんまないと思いますね。あと一応ね、このケースにはカードを2枚入れるためのポケットついてるんですよ。スイカとかクレジットカードを入れとけばね、もうそれだけで外出できると思いますし、急なね、打ち合わせとかあったとしても、すぐに録音開始して内容を保存しておけると。あとはこれ開くので、スタンドとしてね、こうやってデスクにスマホ立てておいたりとかも可能です。一応強いて気になる点も挙げておくとするなら、充電端子ぐらいですかね。タイプ C とかではね、充電できないんですよ。この専用のね、接点がついた充電ケーブルでね、充電行いますので、そこだけね、ちょっと気になったかなっていう感じ。で、実際にこれを使って録音するとどんな感じの音声になるのか、どういう風に記録されるのかっていうのも見ていただきたいんですけれども、本当の会議、僕がですね、打ち合わせしてる内容っていうのは使うことできないので、テスト音声っていうのをね、ジェンスパークで作ってみました。音声もね、生成できますからね。男女2人のね、会話の音声っていうのを作ってみましたので、まずはね、そちらの一部聞いてみてください。さて、早速ですが、現在うちで開発を進めている新しいヘルスケアアプリの件です。はい。進捗と今後の展開についてすり合わせをお願いできますか？はい、よろしくお願いします。ええ。先週の定例の段階では、アプリの画面デザイン、UI のベースが組み上がったところでしたよね。そこから進みまして、現在はフロントエンドの実装がほぼ8割方完了しています。はい、こういう風になってまして、結構ね、よくできてるんですよ。で、それを僕の目の前に設置しているデスクスピーカーから再生して、このセカンドブレインノートで、録音してみました。録音した音声がね、こんな感じになってます。さて、早速ですが、現在うちで開発を進めている新しいヘルスケア件です。はい。進捗と今後の展開についてすり合わせをお願いできますか？はい、よろしくお願いします。ええ。先週の定例の段階では、アプリの画面デザイン、UI のベースが組み上がったところで、そこから進みまして、現在はフロントエンドの実装がほぼ8割方完了しています。はい、こんな感じでございます。今回ね、デスクスピーカーから再生していて、こう対面でね、人と話してる音声を録音しているわけではないので、ちょっと音質的にね、不利ではあるんですけども、記録としては十分ね、成り立つと思いますね。で、その記録した内容っていうのは、スマホアプリ、ジェンスパークのアプリを起動したら自動的にスマホに取り込まれて、このジェンスパーク上にアップロードされるんですよ。で、この AI 議事録っていうところにファイルが保存されてます。はい、このヘルスケアアプリ開発の進捗確認とリリース戦略に関する打ち合わせというところですね。これを開くとですね、この文字起こしのところで2人のどちらがどういうふうにね、
発言していたかっていうのが全て、記録されてますし、この部分だけ再生したいなってなったら、クリックするだけでね、再生できるんですよ、その該当の部分を。で、僕がねこれ確認した感じだと 98% ぐらいの精度ではね、こうしっかりと認識文字起こしできてるなと思いました。ただ確認しにくい音声、聞き取りにくい音声の時は間違ったりするんですよね。タミヤ記事ですかって今なってるじゃないですか。これターゲット広告ですかなんですよ、本当の内容っていうのは。物理的にどうしても聞こえない部分についてはね、そういうことがあるんですけど、基本的にはね、かなり正確に、記録されてるなと思いましたね。最後のこの英語の部分とかあるじゃないですか。これも本当に英語なんですよ。で、現状はですね、これ内容、文字起こしした内容のね、修正っていうのができないみたいなんですよね。これ手動でね、間違ってるところは直して記録、し直せたらよかったんですけど、そこはねできないっぽいかな。で、あとはノートっていうのがありますよね。ここで内容をまとめてくれてます。どういう打ち合わせで、今後のねスケジュールとリソース計画、プロモーションとか、広告戦略みたいな感じでね、書いてるんですけども、これをねまとめてコピーしたりノーションに保存、 PDF としてねこう一つのファイルにするということもできますし、こうもう一回ね別で要点まとめたりとか議事録、作ったりとか、そういったこともできます。で、今の内容っていうのはジェンスパークの AI 議事録っていうところから録音をね聞いたりとか、内容の確認っていうのをしたんですけども、ちゃんとねこのセカンドブレインの、会議メモっていうところにもね保存されてますので、こっからもね指示してみましょうか。で、これを使う時にモデル選択できるんですね。デフォルトはこれスタンダードになってます。で、もっと精度の高い返答とか資料生成っていうのをしてほしい場合はウルトラ選ぶのがいいんですよ。もちろんその分ねクレジット消費っていうのは多くなるんですけども、今回ねどんな違いがあるのか2パターンで試してみました。ヘルスケアアプリ開発の進捗とリリース計画に関する打ち合わせですねっていう風にもうちゃんと理解してくれてるんですよ。もうスライド完成してるんですけども、スタンダードで作ったのが、はい、こちらの PDF ですね。ヘルスケアアプリ開発の進捗とリリースという風になってまして、スタンダードでもねちゃんとできてますよね。結構見やすいなと思ったんですけど、ここがねちょっとレイアウト、崩れてるな。こんな感じかな。はいはいはい。この辺の差し込み画像っていうのはもう完全にね想像で、作られてますね。はい、次にこっちがウルトラで生成した PDF になってます。こっちの方がねさすが見やすいような気はしますね。画像もね、適当っていうかサンプル画像ではあるんですけども、こう資料にねしっかりマッチしているような、感じに見えますかね。早いですね佐藤とかっていうのはちょっと謎ではありますけど、でも資料としてねこっちだったらちゃんと、成り立ちそうな感じだな。画像もねいい感じですね。来月末本番リリースでとかスケジュールっていうのもねこうちゃんと見やすく、組み込んでると、 iOS 版を数日早めに審査申請する、これもね内容にあったんですよ。誰にどう届けるか、この辺ねちょっと文字ギリギリにはなってるんですけど、完全に崩れてるわけではないかな。で、さっきのタミヤ記事っていうところがそのままね入っちゃってますね。これもちろんねセカンドブレインにチャットで伝えて、タミヤ記事じゃなくて、これの聞き間違いだよとかっていう風にすると資料もね直してもらえます。かなり見やすいですね。はい。今ねスライド作成 PDF の生成まで一気にやってもらったんですけども、他にもねもうこんな感じで選択肢っていうのも出てきてます。このスライドの内容をベースにアクションアイテムの進捗管理用スプレッドシートを作って、これもやってみましょうか。これ AI シーツという機能ですね。はい、スプレッドシートもね作成完了しました。ちゃんとねこれ連携した Google シーツのねアカウントにこんな感じでできてます。ちょっとコンパクトにはなってるんですけども、こう大規模なね仕事になればなるほどね、こう自分で作って管理するっていうのは大変ですからね、それを自動的にこう録音した音声に合わせて、作ってくれたりとか修正してくれると、こういうのもね自分で作ったら結構時間かかりますからね、だいぶね節約になるんじゃないかなと思いますね。で、個人的にねジェンスパークで特に気に入ってる機能、僕はですね職業柄こう AI サービスいろいろね契約して、試してみてるんですけども、ジェンスパークで一番使うことが多いのが実は動画生成なんですよ。はい、ジェンスパークのこの AI ビデオっていうものなんですが、これ何がいいのかというと、これもジェンスパーク一つ契約するだけで各社のいろんなモデル、API 経由でね使うことが
できてしまうんですよ。有名どころで言うとこのジェミニオムニフラッシュとか、一昔前だったらね、ベオ3とか話題になりましたよね。あとクリング AI の V3 のモデルとかね、シーダンスもね、結構人気だと思うんですが、全部試したいなってなったらそれぞれ契約して全部お金かかるんですよ。これをジェンスパーク1個契約してたら、そのプランのクレジット内でどれでもね、試すことができると。実際にね、僕が作った動画っていうのもね、お見せしたいんですけども、プロンプトが1枚目の製品パッケージからヘッドホンがかっこよく出てきて2枚目で終わる。始まりのフレームと終わりのフレーム、最初から指定してその間を作ってもらうという感じですね。使ったモデルが、シーダンス V2 なんですけども、はい、こんな感じ。どうですかね。もう一回最初から再生しますと、こうヘッドホンが出てきて、はい、2枚目の画像で、ちゃんと終わるっていう感じですね。ショート動画とかでね、最近結構 AI 活用してる人増えてるんですけども、こういう風にですね、最初のフレームと終わりのフレーム生成して、その間をね、どういう風に動かしたいのかみたいな感じ、プロンプトにして、作ってショート動画に差し込むと、これができる。いろんなモデルをね、使い比べてどれがね、精度高いのかとかを、試すことができるっていうのはめちゃくちゃ熱いなと思います。しかもジェンスパークね、この選択できるモデル、結構新しいモデルもね、すぐ、追加されますからね、このミニマックスとかもね、最近出たばっかりで、話題になってたやつとかもすぐね、対応したりとかね。はい、というわけで今回はアップデートで大幅な進化を遂げたジェンスパーク、そしてね、新たに登場したこちらセカンドブレインノートについてでございました。これ価格ね、通常は約32,400円なんですけども、現在キャンペーン中で動画の概要欄のリンクからであれば、約29,000円でね、購入可能となってます。ちなみにこれ録音したデータの AI 文字起こし、ジェンスパークの有料会員の方であれば、1日24時間までね、無料なんですよ。もう丸1日分ね、文字起こししても、無料っていう風になってまして、でもジェンスパーク有料会員じゃないっていう人、その場合でもね、これ月300分までは無料でね、AI 文字起こしすることができるんですよ。300分あれば、会議とか打ち合わせ、だいたい3回から5回ぐらいはね、いけるんじゃないかなと思うので、とりあえず試してみたいという場合でもおすすめです。で、ジェンスパーク自体の使用料金、これ月額課金で、プラスプラン、安めのプランですね。僕もね、これプラスプランいつも契約してるんですが、月に1万クレジット付与で約25ドル、日本円だと4,000円弱とか、そのぐらいですね。プロプランっていうね、クレジットがたくさんもらえて、1テラのクラウドストレージ、4K 画像生成使えるプランだと、だいたい250ドルぐらいとなっています。で、年契約の場合はね、これさらにお得になるんですよ。プラスプラン約20ドルのプロプランで約200ドルとなってます。繰り返しにはなるんですけど、このジェンスパーク1つ契約するだけでいろんな用途、いろんな AI モデルね、触ることができるので、これかなりね、お得だと思います。気になった方ね、概要欄のリンクからチェックしてみてください。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。